はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今日はワンバの大人のオスのボノボたちについて紹介したいと思います。以前の動画でワンバの大人メス全頭について紹介をしました。その動画でぜひオスの紹介もしてほしいというコメントをいただいたので、今日は大人オス全頭について紹介をしていきたいと思います。私が調査をしているワンバの E1 グループには大人オスが9頭います。この9頭の大人オスについて簡単に紹介をしていきたいと思います。まず1頭目のオスがテンという個体です。テンは約50歳のおじいちゃんボノボになります。テンの右目は白濁しているので個体識別がしやすいオスになります。ちなみにですが、ワンバでボノボの調査が始まった1970年代にもテンは観察されており、50年以上も観察されている長寿のボノボになります。2頭目のオスはタワシという個体です。タワシは不死鳥というあだ名を持っています。ボノボのオスは時々グループから離れて単独行動をすることがあり、長い時には数ヶ月以上もグループに戻ってこなくなる、観察ができなくなることがあります。そのまま戻ってこなくなる、あるいは死んでしまったのではないかなと思うこともあるのですが、タワシは46歳という長寿にもかかわらず、いなくなってはまた戻ってきてを繰り返す個体のため、不死鳥というあだ名が付けられています。3頭目のオスはダイという個体です。年齢は約45歳で、彼の母親はすでに死んでしまっているため、社会的順位があまり高くありません。ダイを頻繁に観察することはできるのですが、メスとの社会交渉や交尾の機会をなかなか得ることができないオスになります。4頭目のオスはゴシュという個体です。年齢は約32歳で、ダイと同じく母親のいないオスのため、社会的順位があまり高くありません。写真をご覧の通り、他のボノボたちの集まりに参加することができずに、一人で毛づくろいをしていることもあります。5頭目のオスはのび太という個体です。年齢は約32歳で、キクというアルファメスの息子になります。以前はアルファオスだったのですが、弟にアルファの座を奪われてしまい、ベータオスとなっています。ただ順位は下がったものの、メスからの人気の高い個体です。6頭目のオスはロボコという個体です。年齢は約27歳で、ロボコはリンガラ語で手という意味があります。ご覧の通り手に怪我をしているので、ロボコという名前が付けられました。彼の母親も死んでしまっているため、社会的順位はあまり高くありません。7頭目のオスはジェディという個体です。年齢は約27歳で、ジェディにも母親がいません。一人で行動していることが多く、観察することが難しいレアな個体になります。8頭目のオスはジローという個体です。年齢は約19歳で、彼の母親はジャッキーになります。一時期はアルファオスだったこともありましたが、彼の母親のジャッキーがアルファメスのキクに嫌われているため、なかなか順位を上げることができません。ジロー自身も他のボノボたちからあまり好かれていなくて、メスたちから攻撃を受けることが多々あります。最後の大人オス、9頭目のオスは鬼太郎という個体です。年齢は16歳で、E1 グループのアルファオスになります。のび太とは兄弟で、母親がアルファメスのキクになります。比較的若いオスにもかかわらずアルファオスになれるのは、母親のキクの存在が大きな影響を与えているからだと考えられます。そのため鬼太郎は他のメスとの毛づくろいや交尾も頻繁にできます。はい、今日はワンバの E1 グループの大人オス全9頭について紹介をしました。メス中心社会を築いているボノボでは、オスの存在感が非常に薄くて、オスたちの行動を観察することが難しいのですが、一頭一頭注意深く観察すると、メスと同様にそれぞれ個性や特徴があって非常に面白いと思います。